こんにちは、日本語クラスです。お元気ですか？今日は日本の子どもの安全についてお話しします。はい、安全です。はい。日本ってとても安全な国でしょうと思いますよね。うんうん。それは間違ってないと思います。はい。世界には本当に危ないというか、一人では外は歩いてはいけないとか、そういう国多いですよね。うん。日本はそこまで危なくはないです。はい。ですが、それでも気をつけなければいけないというか、変な人ですね。ちょっと変な人がいます。日本にも。はい。ですので、特に小さい子供はあのそういう人に気をつけなければいけないですよね。うん。なので、子供はどういうふうにそれを注意しているのか、そして親はどういうふうに子供に気をつけてね、危ないわよと教えているかという話をしようと思います。はい。そんなに今日怖い話をするわけではないです。実はちょっと半分くらいもう笑ってしまうような話をしたいなと思ってます。はい。ちょっとこのスライドを見てください。ポッドキャストなんですけど、写真をちょっと見せるので、時々このスクリーン、画面を見てくださいね。はい。ラジオみたいに聞くこともできますよ、もちろんね。はい。ちょっと今見てもらうと写真があります。で、これはそう皆さんよく知っている、そうですそうです、名前はランドセルですよね。これランドセルと言います。はい。日本の小学生が、これを使います。これがカバンです。はい。これすごく外国でこれを使うというのが最近流行しているらしいですね。フランスで特に大人がこれを使っているというのをニュースで見たことがあります。面白いですね。うん。私もこれを持っていました。はい。それで、ランドセルの横にあるこっちです。これが今日すごい重要な話になります。そう。これは何か。うん、もうちょっとよく見てみると、これです。これランドセルですね。うん。そう、ボタンがついている。そうなんです、そうなんです。これ、もう分かった人多いと思います。これはここボタンを押すとブーッと大きな音が鳴ります。はい、そうそう。で、多分これを引っ張ると、この紐を引っ張ると音がずーっと鳴ります。うん。これ、そうです。ブーブーとかブーとか大きい音する。これ、名前はこれです。防犯ブザー。防犯ブザーと言います。はい。これは犯と言ったら犯人の犯ですね。悪い人から守る、防ぐという意味です。はい。悪い人から自分を守るためのブザー、音が鳴るものです。はい。これ私も小学生の時持ってました。はい。やっぱり親に持たされて持ってました。それで今の小学生はもうほとんど持たなければいけませんというようになっているらしいです。特にまだ小学校1、2、3年生とかまだ本当に小さい学生さんたちはもうランドセルカバンにもうつけていつでももう押せる状態にしているようですね、今の小学生たちは。はい。それであの私の時だから、私が小学生だともう本当にもう25年とかそのくらい前ですけど、その時ももう必要だったし今もだしっていうので、よく考えたら、私が小さい時にいた変な人、危ない人、危ないよあの人危ないよという人が今いないなって思ったんですね。そう危ないと言われている人は昔は2種類いました。何それって
2種類それがこれです。見てください。はい、漢字だとね、説明します。この2つの危ない人がいました、日本には。はい、一つはこっちの変質者というのと、もう一つが不審者です。はい、先に言うと不審者は今もいます。今はもうこっちだけです、ほとんど。で、変質者というのは今もう本当に最近全然聞かないです。気をつけてくださいというその注意の声も聞かなくなりました。はい。どんな人かというと、これがちょっと笑えます今思い出すだけでなんか変な人いたなって思います。日本ってなんだろうって。はい。これですね、変質者というのは漢字が書いてある通り変ですよね。もちろん変です。はい。で、当時、25年とか30年とかその前は大体その人は男の人です。はい。で、その人はどういう服を着ているかというと、スーツを着る時のロングコートありますね。日本人の男の人がよく昔着てました。今も着ますけど、長いです。長さがすごく結構長い、足の下ぐらいまで長い、ロングコートをその変質者は着てます。大体。はい。で、コート着てて、コートの下にはスーツを着るのが普通ですけど、変質者は何も着てません。そうなんです。コートしか着てないんです。下にシャツとか T シャツも着てないし、ズボンも履いてないし、パンツ、下着ですね、アンダーウェアも履いてません。そう。靴下履いてんのかな、多分靴下は見えるから履いてると思います、多分。そうですね。ただズボンは履いていないというのが大事なところです。はい。パンツを履いてないというのが大事なところです。そう。あのそれをそのコートだけまず着ていて、靴は履いてますよ。その人はよく小学校の周りを歩いているので。そうなんです。小学校の周りって子供が多いですよね。ちょっと遅い時間になっても、夕方6時とか7時になっても小学生が帰ってくるかもしれない。学校で遊んでたりとか、塾に行って帰ってくる時とか。はい。なので小さい子供がその辺にいる可能性が高いですね。ですので変質者もその辺にいました。そうで、コートだけ着てる。そして、大体ですね、その小学生とか、特に女の子とか中学生でもいいです。中学生の女の子、大人でもいいです。でも女性です。そこの人の近くまで行って歩いてるんです。その女の人たちは歩いてて、向こう側からその変質者が歩いてきます、自分の方に。で、そしたら自分の前まで来たら、もうそんな目の前でその人がこう来たらびっくりしますよね。なんだよってね。危ない危ないと思います。それ私は左側歩きますとかね、あなた右側でしょってね、避けますよね、違う方に。でもその人はパッと止まって、私たちの前で止まって、そうなんですよ。そう、分かったでしょ。もうコートを着てましたよ。そのコートをその人の前でわっと開けます。コートのボタンをわっと、その時もすぐにこう開けられるようにコートを脱ぐみたいなことをするんですね。そうするとその女の人または子供はびっくりしますね。ってね、わっと。で、その人コートしか着てませんから、その中は裸ですから、びっくりしますから、女の人はキャーッと大きな声を上げて逃げたりしますよね。そのキャーッと女の人たちが言ってくれるのが、変質者は気持ちがいいらしいです。
もうおいおいおいって感じですよね。何ですかそれはとね。そうでも本当にそう言われてます。だからびっくりしすぎて声が出ない場合も多いですよね。だからそうすると変質者はちょっと不満、満足できない。そうそう声が聞きたかったのにっていう、そうらしいです。だからそういうその変質者はこう自分の体、特にそのズボンの下ですね、ズボンの下を履いてない、そこを見せたいっていうことをしたいっていうのがやりたいことなんですね。でこういう人も怖いし、もうびっくりしますので、それで私が子供の時は防犯ブザーを持っていてくださいと言われました。うん、で、私はラッキーなことに、一度も変質者には会わないで済みました。今も会いません。はい、で今は全然この変質者はいるという話を聞かなくなりました。だから今どこにいるんだろうと思いますどこでストレスを発散しているのか、そんな言い方したらあれですけど、何してんのかななんてちょっと思いますね。でももちろんそれはやってはいけないことです。犯罪の一つです。はい。そしています皆さんの国に変質者って聞いたことありますか？私この話をズーム授業でしたんですね、学生さんに。そしたらそんな人日本にいるんだって、私の国にはいませんっておっしゃっていて、やっぱりちょっと日本の独特の特徴的な変な人かなと思っています。もしみんなの国にも変質者がいるようだったらぜひメッセージで教えてくださいどこの国ですか？もう嫌になっちゃいますね。だからこの変質者に対しては女の人が注意する必要がありました。子供も女の子ですね、大人も女性が注意する必要があったんですが、最近多いのがこっちです。不審者の方。不審者はもう皆さん分かっている通り、男の人だったり女の人の不審者もいるらしいですね。特に小さい子供をなんでしょう、急に小さい子供に近くに行ってスマートフォンで写真を撮るとか、勝手に撮るとか、あとは声をかけて「何してるの？うちで一緒にゲームをしない？」と言って家に連れて行ってしまうとか、ちょっと怖いですよね。そういう人たちなので、怪しい人です。こっちはもう全体的に怪しい人、もう男の人も怪しい人いるし、女の人も怪しい人いるらしいです。女の人だと、例えばですけど、私の家の猫がいなくなってしまったからあなた一緒に探してと小学生に声をかけて、でその小学生を連れて行ってしまうとか、例えばです。親切な小学生だったらじゃあいいですよ、一緒に手伝って探しますって言ってしまいそうですよね。でもそうやってそれが事件に発展する、事件になるっていうことがあるらしいです。なので残念ですが、今日本はこっちです。不審者が多いです。はい。25年前も不審者はもちろんいたんですけど、こっちもいたと、昔はね。で今はこっちだけです。はい、不審者。だからよくニュースでも言います、不審者。はい、この辺に不審者が出ていますので注意してくださいとか言います。はい。で、不審者が多いんですね。日本は。でちょうど20年前ぐらいに小学生がこの不審者によって殺されてしまうっていう事件が続きました。それから子供は本当に気をつけないと、もうターゲットにされてる、子供がいいなふふってなってるからダメだってなって、大人たちがとっても注意するようになりました。それで例えばこれです。
それまではみんな子供は自由に家に学校終わったら学校授業終わったら自由に帰る、一人で帰ってもいいとかだったんですけど、もう今ではもうみんなで一緒に帰る、一緒にグループになって帰る、ここには書いてないけど大人が一人いて大人と一緒に子どもたちが家に帰るというのが結構普通になりました。はい、私の子供の時は自由に帰っていいですでした。はい、だから安全だったんですね、その時はね。でも今はそうではない。うん、で、これは昔も今もありますが、その町に住んでいる大人とか親が、あの順番に、当番担当になって、この横断歩道のところとか車がよく来るところとかを大人がこう見てるんですね。気をつけて事故にならないようにっていうふうに、ここも横断中と書いてありますが、気をつけてここ渡れるようにしている。そして親たちも変な人がいないかをこう注意して見ることができますね。うん、日本は最近こういうふうにしています。はい、これは朝もやってます。朝と子供が帰る時の2回ですね。大人たちも注意して見てます。はい、でそれプラス、これもあるんですね。これはちょうど本当20年くらい前にできたらしいです。でも私子供の時知りませんでした。イカのお寿司っていう言葉を子供に教えるそうです。イカのお寿司、何か覚えてねって書いてありますね。何それ。イカはあれですね、お寿司屋さんで食べるイカです。はい、白いイカですね。タコ、イカありますね。イカの方で、イカのお寿司はこの言葉なんですね。イカのお寿司、そうですそうです。子供に注意させるものです。ここにも書いてある。良い子の約束、いい子の約束守ってねっていうことです。イカ、イカは知らない人についていかない、行かない、一緒に行かない。ねえねえちょっと一緒に遊びに行こうとか言うんですね、この危ない人がね。だから行かないしの、知らない人の車に乗らない、うん、お大きな声で叫ぶ、何かあったらわー助けてって言う、すすぐ逃げる、すぐ逃げましょうし、家の人や先生に知らせるだそうです。なのでこれでイカのお寿司、イカのお寿司だと、うん、これ子供覚えやすいですよね。うん、これ私も覚えやすいなと思ってもすぐ覚えました。そうそう。なので子供たちはイカのお寿司よ、あなた小学校に行くのはいいけどイカのお寿司危ないのね、忘れないでねと親に教えられる。そして学校でも教えるんです。こういうのもう一つの授業みたいな、または警察官が来て教えたりします。はい、私もそれはありました、そういう時間、小学生の時で、なので特に今の子どもたちはこういうふうに習ってます。これ私の子供の時より厳しく言われてます。そうなので、この私がですね思うことです、あります。最近の子供に対して私が思うことがあります。あのみんな子供たちすごく本当に注意してます。学校から帰ってくる子どもたちを見てても本当にちゃんと、並んで一緒にグループで家に帰っていくんですけど、私が例えば駅とかで、駅とかまたは病院とかでもですよ、隣の席に座った子供にここう見てて可愛いなと思ってちょっと声をかける。これからどこ行くのとか、例えば電車の中だったらどこ行くのとか、病院だったら調子が悪いのとか、お腹痛いのとか、ちょっと話したいなと思ってちょっとニコって私が少し笑ったりしてこうやって見ても、子供は本当に私の顔をちょっと見てすぐに顔をそらす。
すぐに無視する、または全然見ないっていうのが本当に多いです。で、もうちょっと昔はそんなことなかった気がするんですね。道でもそうだし、全然知らない子供に少し声をかけても答えてくれた。うん、これから遊びに行くとか、はい、友達の家行くとか言ってくれたんですけど、今本当に全然私を見てくれないし、見てもすごい怖い顔してるんですね、子供が。だからやっぱり本当にこうやって親とか学校に教えられて育ってるから、私私も危ない人と思われてるということですよね。うん、ちょっと悲しいですけど、すごい何も悪いことしようと思ってないけど、そういう風に冷たくされます実際。はい、だから本当ちょっとなんか寂しいなと思うし、ちょっと何の意味もない会話をしたい、ちょっと話したいだけなのにそれもできないっていうのが、なんかちょっと寂しいなって思います。はい、子供も大人大人を誰を信じていいのかっていうのが分かりにくいんじゃないかなって思います。経験が多分持てないから、全部ダメ、全部話さないっていうところで育つから、なんかあんまり難しいなって思います。大人になってからまたうーんどういう人は危ないのか、どういう人は危なくないのかっていうのが分かりにくい、その気がつき自分では分かりにくいだろうなって思います。うん確かにいい人のふりをして悪いことをする人がいるので、本当にだから仕方がないんですけどね。なんだか本当子供がかわいそうだし、私自身もちょっと本当になんか寂しいなって思います。うん、ですので皆さんがもし日本の子供が冷たいなって、ちょっと目が怖いとか冷たいなって感じることがもしあったら、こういう理由があるっていうのを知ってもらえるといいかもしれません。はい、子供たちは子供たちで親にとか学校に教育をされて話してはいけないっていうふうに思ってるので、うんそういうふうに育ってます、日本の今の子供は。はい、私の小さい時はそうでもなかったです。私の小さい時は声をかけられたらやっぱりちょっと答えるっていうのが普通ではありました。だから事件が起きたんだと思うんですけどね。難しいですね。そう、はい、そんなとこでした。皆さんの国ではどうでしょうか。なので日本は日本で問題がちょっとありますね。安全だけど100% 安全ではないです。はい、そんな話でした。はい、ちょっと今日話難しくなっちゃいましたけどね。はい、じゃあJLPT の勉強してる人きっとたくさんいらっしゃいますね。読解試験に出ます。読解私ビデオレッスンで教えてますので、よかったら使ってください。はい、こういうビデオレッスンとかを私のオンラインレッスンでしています。はい、オンラインレッスン他にもあってズームレッスンもあります。ビジネス日本語教えてますよ。本当に楽しいです。難しいけど楽しい。あとは会話の練習もしましょう。はい、ですますの話し方とですます使わない話し方を練習します。はい、であとは、プライベートレッスンもやっています。はい、これも Zoom です。何でも教えます。読解でもいいし会話でもいいし EJU これは留学試験ですね。日本留学試験でもいいですね。日本の大学入りたいから勉強したいという人、はい、もちろんです。教えますよ。何でも、N5 から N1 まで勉強したいこと、どうぞリクエストしてください。一緒に勉強頑張りましょう。
はい、すべての、この全部のオンラインレッスンの申し込みは今日のこのビデオの下のところにリンクが書いてあります。そこから申し込みをしてください。申し込みというかクラスについて情報がそこの中に書いてありますので、そこを見てください。はい、そして私、Twitter もしています。今の X ですね。X してますので、この私の名前も、下にリンクがあります。ぜひリンクを見てみてください。そこからTwitter 入れます。はい、ぜひフォローしてください。今日はこんな話でした。皆さんの国はどうでしょうか。ぜひ教えてください。またお話します。よろしくお願いします。ありがとうございました。